RC 東郷。こんにちは、ドスムです。こんにちは、山本です。はい、山さん、今日も来ていただきました。ありがとうございます。なんか新しいものが試させていただけるということで。そうなんですよね。やっぱりね、理論派の山本さんにちょっとテストしてほしいものがあります。何なのかと言われたら、まずはこちらになります。じゃじゃーん。これね、オプションナンバーワンさんからね、新たに発売になった PSR っていうブランドなのかな。新しいサーボになります。サーボなんですね。これまず一番の魅力は価格になります。おいくらなんですか？3960円で安い安いこれみんなやっぱりねすごい安いやつを探してる人もいると思うんで、はい、今のサーボってやっぱり7000円8000円しますよね。それがねなんと3960円なんでこれいっぺん試してみたいなっていうふうに思っております。続きましてはいきますよ。じゃ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 ーんじゃじゃん。はい、これもねオプションナンバーワンさんのねコンボアンプとモーターのコンボセットの方になります。こちらがね 13.5 のものになっていて、で出力がね60アンペア、ターボブーストはないです。こちらの方もね価格が13,200円と、これもバカ安なんでね山さんにねどんなフィーリングなのかっていうのをね試していただきたいなっていうふうに思っております。じゃあねこれのねテストの方ねちょっと徹底的にやっていってどんなフィーリングかっていうのをちょっと見ていきたいと思いますんで、また前回みたいにね山さんの忌憚のないご意見をお聞かせ願えたらなというふうに思っております。やっていきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。この商品あれなんですね、最近ハンチングが少ないそういうモデルも多いと思うので、早速の使えてやっていきましょうか。じゃあまずどのマシンにつけていくかというと、こちらがね山さんの息子さんが使われているで RD ですね 2.0、こんな感じで今いろいろついておりますと。はい、でやっぱり初心者の方ってこういうシャーシから始めるじゃないですか、なんでちょっと今回はこれでテストしていこうかなというふうに思ってます。やっぱり山さん綺麗に組んであるよねこれ。やっぱ綺麗な方がいいですよね。とりあえず初開けしちゃっていいですか？行きましょう行きましょう、開けちゃいましょう。新しく開ける時っていうのは、ちょっとドキドキしますよね。やっぱり新しいものをね触るっていうのはいいですよね。なかなかドキドキ感がありますよね。でも僕こういうのはパッケージは取っとくのは邪魔なんです。結構すぐ捨てちゃうんです。なんでこの前携帯 iPhone 売りに行ったんですけど、iPhone の箱があればあと1000円つくんですけどねとか言われて、たった1000円？そうでも iPhone 自体の買取額が3000円とかなんで、その中で1000円変わってくると大きくないですか？ iPhone っていくつでした？8ですね。箱値段つくんだと思ってちょっとびっくりしました。ジャイロは今日はこれ使っていきますね。D-Like さんのリアルドリジャイロなんですけども、これすごく僕は気に入っていて、ヨコモさんの YG302、あれと多分なんか少しだけ操作が丁寧なようなそんな気がしますね。味付けがちょっと違っているっていう感じですね。そうです。なんですけどテストする時もですね全然動きが違うってわけでもないと思うので、これにしていこうかなと思います。以前他の動画でも店長の動画でもイーグルのジャイロとか紹介してたじゃないですか、結構使いやすいんですよね、あれが。なんでこういう制御がないやつは使いやすくていいと思います。そうですよね。僕の場合大体まず値段の方にいっちゃうんで、やっぱり初心者さんに勧めるっていう方向でまず頭がいっちゃうもんでね、そうするとまず値段っていうのは結構重要になってくるじゃないですか。そうですね。じゃあここでジャイロが5万だよって言ったらもう誰も買わないのか。買わないですね見た感じは普通のサーボって感じですよね。そうです。でもこれあれなんですね、安いサーボなのに、当然かもしれないですけどメタルギアなんですね。なんか昔のやつって、樹脂じゃなかったですか？なんかあった今サーボマウントをね取り付けている。僕これサーバー斜めにするんですよ。斜めの方が絶対左右で EPA 合うんで、つけた後にまたそうですよね、ご紹介しようかなとは思うんですけど、でも斜めは精神的に受け入れられないっていう方は結構見えますよね。RD だと最初から2個空いてるんで前と後ろで、なんで互い違いに止めれば斜めですね、で YD の時は、なんでこういう形でつけるんですよ。こうやってつければサーボがこう傾くんで、ちょうどワイパーに対して直角みたいになるんですね。なるほどね。なんですけど斜めになっちゃうんで、それがもうどうしても受け入れられませんっていう方は結構いるような気がします。でもお金もかけなくても性能が上がるんならいいんじゃないかなって僕は思っちゃうんですけど、で RD の場合はこのサーボの穴が前と後ろ空いてるんで、ちょうどこれを互い違いに止めれば、斜めになる形ですね。ただねこれ動画で紹介しておきながら申し訳ないんですけど、僕ワイパー上下反対なんですね。
意味わかんないですよね、何言ってるのか。まあ後で紹介しますね。このタイロットの角度を自由に決めたくて、でワイパーを上下反対に組み立てるんです。なのでワイパーが右用と左用反対に使ってるんですね。反対にすると好きな高さ作れるんで、レイブ D の前の MC1 なんかもワイパー低かったんですよね。なので裏返せば YD 系もワイパー低くなります。はい、RD とかでね、例えば予算を抑えつつそういうチューニングっていうそうですね、いますからね。ちょっと待ってくださいね。これ SR モードだったんでノーマルモードに戻しますからね。とりあえずリンクが終わりました、はい、これSR モードとかいうのを間違っちゃっても別に動くんですよね。動くんですけど、壊れるらしいんで気をつけましょう。パルスの幅が違いますね。ノーマルモードがこれで1パルスだったら、SR モードはこれがこのぐらいしかないので、SR ってすごくパルスが細くなっちゃうんで、この全体の幅に比べたらここがすごく狭いんで、いきなりアクセルが全開になるみたいな、そういうイメージです。ギコギコ言いますね。ギコギコ音を聞く感じ、速くなさそう。でもレイブ D のサーボって速くないんですよね。ドリフト用ってことなんで、なんか入ってるかもしれないですね。どうなんだろうっていう、楽しみですね。ドリフト用ですもんね。一応今サーボホーン何気なくつけちゃいましたけど、これ双葉用で普通につきました。なんで25ですねこれ、あと配線つないで、これで一応つきましたよ。はい、取り付け完了ですね。すごい硬い。ちょっとニュートラル間違えちゃったかもしれないです。これ、一旦これで電源入れてみましょうか。ちょっとニュートラル間違えちゃいましたね。一山分ずらしましょうか。これでもこれ見てくださいね。これ、結構硬いですよ。これわかります？サーボがスルスル動くわけじゃなくて、なんか重そうだね。重いですね。高級のやつはスルスルだけどね。高級はスルスルですね。多分このぐらいの値段だと、コアレスのモーターがついてるのかなみたいな。コアレスまではそうでしょうね。今のところトルクは間違いなくあると思いますね。で、あとガタつき、ここもほぼない。スペックだけ見ると、結構いい数字ですよね。最終の微調整中ですよね。一応サブトリムでニュートラル取れましたね。まあこんなもんでいいんでしょう。あとはエンドポイントですね。一回パカパカ切ってみます？お願いします。あれ意外と早いね、思ったより。レイブ D とかに比べると早いですね。一旦セットしてからですね。まだだな。さあ今エンドポイントの調整をやっております。やっぱり高級サーボみたいにはパキパキ動かないと思うんで、サーボホーンは長くしといた方がいいかもしれないですね。変えれないんで変えませんけど、そのままいきましょう。ただ結構切る力自体はそれなりにあるような気はしますよ。とりあえずこんなもん。さっき言ってたそのワイパーを逆っていうのは、ワイパー逆見ます？ここのロッドが、これ初心者さんのやつたまにあるんですけど、TT とかは特にコンバキットなんで初心者さん多いんですけど、このロッドが水平より下とかにいっちゃうと、これ押した時に、これもかなり水平近いですけど、これ水平より下までいっちゃうともう押し切れないんですね。ただこれが折れていくだけで、なのでそうならないためにこれが本当は左用ワイパーなんですよ。ここ段差あるじゃないですか。ここに2ミリぐらい段差があって、ワイパー自体もちょっとこっちに曲がってます。ちょっとこっちに曲がってますよね。これが、こっちに、なのでこれ本当は取説通り組むと高い位置にアームが出ちゃうんですね、この辺に、それが嫌だったんで右と左反対にして低くしてます。であとは普通に組み立てるんですけど、最終的に高さがちょっと合わないみたいなことがあれば、もう何もしませんね。これ高さそのままあったみたいですね。特に RD は上下に穴が2個あるんで、別にひっくり返してもあんまり何にも関係ないみたいです。一応ひっくり返すとここに2ミリ段差があるんで、なんで2ミリ全部が下がっちゃうと思いますけど、でも上使えばいいのでまあいいんでしょう。これ上だと絶対にもうアップアップで、これホーンそんな長くないんですけど、ここ隙間もないんですよね。これいや実際にね、それ確かね23のやつ使うと、この上に当たっちゃうもんで、当たっちゃうんですよ。ここをかさ増ししないとつかないんで、なんでこの部品はですね、最初から反対にした方がいいです。反対にして、これだったらギリギリこの高さがこう斜めになってるんで、押し切る力が残る。それからこのボールも
これでもまだ水平に近くなりすぎちゃってるんで、もっとこのボール短くしてもいいですね。なるほどね。斜めの方がちなみにこう最後にこう伸びるんで、この切れてく最後の方がより押せる。一旦サーボだけ交換バージョンで。その今まで乗ってたバージョンで、サーボだけ変えるとどんな感じになるのかっていうところでね。そうですね。ガタはあるんで、もうそれってしょうがないので、特に初心者さんのやつは本当にしょうがないと思いますから、普通こうトーアウトに開いてるんで、こっちに寄せてみて、まあ前向くぐらいかなって、じゃあこっちに寄せてみてこっちが前向くぐらいかなとか、そんな感じで真ん中取ってもいいと思います。じゃあ一旦終わったんで行きましょうか。やってみましょうか。ゆらゆらしますね。あー、ごめん。ちょっとゆらゆらしますね。ちょっとこれ今ジャイロどのぐらいです？ 50ぐらい。 50。これはドリフト用ってことなんですけど、バギーに使った方がいいと思います。ね、はい僕も今ちょっと見ててね、ちょっと少しゆらゆらするなって思ったんで、これはまあ本当にバギーとかそっち系がいいんじゃないかなっていう結論に至りました。バギーに使えば、んそれなりにスペックもあるし、実際数値も速いからね。早く動きますから、いいんじゃないですかね。ね、そっち系でね、速いの欲しいなっていうはい。人とかいいんじゃないかな。最初の XB とかについてる遅いサーボよりはこういうやつっていうからね。ただこれ何か入ってることは入ってますよ。これ単純に遅いだけじゃなくて、パカパカを気にしなければ、動きはレーブ D みたいな、そのドリフト用の動きはします。これでもこうやるとたまにゆっくり動いてる時あるじゃないですか。あるある。こうなんか最後だけうにょって動く時あるじゃないですか。こうやって。はい。なんで確かにドリフト用なんだなっていうことは分かりました。なるほど。次にじゃあアンプいきましょうか。アンプいきますか。はい、次はね、はい、こちらになります。はい。オプションナンバーワンさんのね、60アンペアの NA のアンプと、あとモーターになります。そうか。開けましょう。開けましょう。僕これはね、この写真しかまだ見てないですけど、モーター黒くてかっこいいですね。いや結構いけるんじゃないかなと思いきましょう。じゃじゃん。はい、マニュアルがあって、配線もついてますね。あ、本当。はなるほど。い。ああ、写真通りなんですね。こんな感じ。センサーケーブルは入ってます。あ、入ってる？もう最初からハンダ付けしてあって、はい。端子がもう最初からつけてあるってこ初心者さんにはねかなり優しいですよね。これはこの前のモデルはここのシャフト太くなかったですけど、ええこれはちょっと細いですと。細めね。で、中にファンとかいるんですね。いやファンないです。あとこのコロコロですよね。このコロコロ具合が、コロコロ具合はいいかなって感じ。いい感じ？はい。あとはやっぱり気になるのはモーター自体に穴はないんで、これで9万回転回した時にどうなるかなって感じですよね。今自分珍しいよね、穴がないやつ。そうですね。でも丈夫なんじゃないかなと思います。で、アンプがアンプは60アンペア。写真見るとこの前のと同じですよね。形よく似てますよね。そうですね。はい、マニュアルがあって、はい、アンプが出てきました。あ、この前のとちょっと違う。この前のこんなところにキャパシタなくて、あ、それキャパシタだ。はい、これキャパシタこれしかないですね。直付け？直付けですね。モーターコネクターも最初からね、メスの方がついてるんで、この辺は親切だね。いいですね。で、今からこれが車につけて配線が届くのかとか、そういうところですよね。これなら FR 車でもいけるかもしれない。はい、結構長いですね。なるほど。取り付けましょうか。ね、さあ、やりましょう。行きましょう。
山さんにプレゼントですありがとうございます、コクのブラック。ありがとうございます。こういうとこかな。はい、ありがとうございます。僕はねちょっと今日いろいろイライラしてるんでちょっと甘いやつにします。あ特製カフェオレですね。なんかこの黒いモーター見た目かっこいいね。あ、いいですよね。かっこいいですよ、これ。なんかシンプルでさ、はなんかいいなこれって気がした今見てて。い。なんか一昔前の02とかも別に穴は開いてないので、なかったよね。別に穴が開いてないといかんかっていうと、まあそういうこともないですよね。D ライクさんのモーターも穴ないですもんね。ないもんね。でもあれ評判すごく良かったからね、あのモーター。うんキムワイプ。はい、これも山さんに使ってもらいたいと思いますこれね紹介するんですか。ドリフトだと全然みんな使ってないんですよ。ドリフトは使わないですね。関係ないです。ツーリングとかそっち系だよね。店長コーヒーいただきますね。どうぞ。ありがとうございます。ああ、美味しい。はい、今ここまでつけましたね。いや、なんかモーターかっこいいよこれ。モーターかっこいいですよね。ね、見た目最高。よし、今ちょっと綺麗になるように配線を後ろに通し直しました。おーい。ちょっと完璧に綺麗な配線っていうわけにいかないですけどね、あと受信機つなげば一旦終わりですね。よし、めっちゃ綺麗な配線っていうわけにいかないですけど、とりあえずつき全ま然した。綺麗だよこれ。全然いいよ。とりあえずつきましたっていう感じ。本当に結構観葉植物みたいな人もいますからね。そうですね、なんかアルミテープぐるぐるに巻いてあるようなつきましたと、まあ、一回空回ししてみます、ああ、これはなかなかいいんじゃないですか。本当？かなりスタートパワー優しいですよ、ちょっと今普通に電源入れちゃいましたけど、まあ箱出しでやるのはそのままやめて、もうパラメータ書き換えましょうよ。じゃあそんなあなたにじゃじゃん、セッティングカードがあります。セッティングカード、これね、前回特集したブーストターボ付きのやつとは違う専用品のねセッティングカードになってます。でも今の回した感触はそんなに悪くないと、この前のやつも結構柔らかい感じのスタートでしたけど、そうだよ、それで言ってたよね。結構悪くないかなっていう、それはなんか TT とかそういうので転がして走る分には、結構綺麗にいくんじゃないですか。あったあった、設定項目ですね。なんかなかなか設定項目少なくて、そうですね、優しい感じですよね。まあこれは普通にここに挿すだけですね。向きも、向きこれちょっと本当の初心者さんだったらこれ混乱しちゃうかもしれないですね。切り欠きがあるのって双葉じゃないですか、でもこれ双葉コネクターじゃないんで、まあこれ反対に挿しちゃっても別に壊れないんで大丈夫ですけど、ですよね。お、つきました。つきましたね。ギラギラですね。とりあえず、一旦全身交代で組んで、そこからやりましょうか。バッテリータイプがリポで、全身パンチは、まあ全開ですね。3は保護回路か。保護回路はローでいきましょうか。保護回路って何？多分カットとかじゃないですか。ああ、リポカッタかな多分。10.5 とか回すと止まるんじゃないですかね、なんですけど、ドリフトそこまで負荷もかからないと思うんで、じゃあパンチは5でいきましょう。マックスでいこう。ドリフトはもう基本マックスですよね。PWM は一旦8でいってみましょうか。周波数だよね。そうですね、それ食わない路面とかだったら上げてもいいと思うんですけど、これ RTX とかだと32とかいけるんで、マックスいっても20キロなんで、とりあえず8でいく？いいです。いいと思います。とりあえず8でいいと思います。6がドラッグブレーキがオフ、ドリフトでオフはないですね。ドリフトだったらやっぱりドラッグブレーキ5は欲しいかな。で最大ブレーキは当然の100、ブレーキパンチはハードブレーキなんでレベル5ですね。で、ブレーキ周波数は、まあ、一旦2でいいでしょう。最大リバースも別にこれでいいですよね、ニュートラルの範囲なんですが、いる6は結構緩いんで、握るまで動かないんですよね。一旦3にしましょうか。だから3、6、9、12、15しかないもん。でその次がモーターの周りだよね。モーターの回転ですね。一旦これで打ったぞと。じゃあこれで走りますか。一応さっきニュートラルレンジを狭くしたので、ちょっと握ったらもうそれで回るはずです。
ああこれですね、ちょっと握ったら回る感じ、これ結構下滑らか、ってね早いと思いますよ。なるほどこれ動画映るかわかんないですけど、これ、あまりに駆動が優しすぎて回ってないんですよね最初これ。ああはい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 。でもこれ走ってると車ってタイヤ転がってるんで、これでも回るんですよ。なるほどそのぐらい優しく回せるっていうのはいいんじゃないかなと。なるほどなるほど。で最大回転数いってみましょうか。はい。ああまあノンブーストだなって感じまあですね。そんな感じだね。じゃあこれでいってみましょうか。さあ NA 仕様でございます。いやめちゃくちゃ柔らかい。うんとうんこれはモーターの特性なのかアンプなのかちょっと判断がつきづらいですね。これは車速を出すのが楽。路面食わせれるよね。めちゃくちゃ食う。うんここは物足りないですけど、この滑らない加速、ただ回転数はねやっぱもう出ないんでどうしても、これキット標準のピニオン20だとちょっと遅いと思いますね。なるほど。これ27なんで、でもだいぶ滑らかだねこれ。これはかなり柔らかくていいですよ、しかもノンターボだから、なんかターボのフィーリングが合わないみたいなことないですよね、設定できませんもん、これはねいいね。これやっぱりこれだけまろやかだとはっきり言ってそのなんて言ったかな、丁寧な運転を心がけるようになるじゃんね。まあそういう意味ではまあ初心者さんとかにもいいのかなって気がするね。いやこれはいいっすよ、あいいいい。この食わせる感じ、初心者さんってこうじゃないじゃないですか、初心者さんってどうやって走ってくるかっていうと、こうやって走ってきますよね。あそう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 。だけどちょっと握ればもう、さっきピニオンブルブルしてたじゃないですか、多分あのぐらいで走るんですよ。これはかなり柔らかくていいですよ、この車速もめちゃくちゃ速いと思います。いやなんかスピードの乗り本当にいいよね。いや速い速い、スピードの乗りがね速い、やっぱ派手さはないけど、ライントレースも問題ないし、全然初心者向きですよ。ああなるほど。まあ実際値段もこれ本当初心者向きだからね。なんと13,200円税込み。これでね昨日の、スラロームイベントやったらもう優勝ですよこれ。そうですよね。はい僕もやりましたよあれ。やって1週間ぐらい全く触ってないのにいきなりマシンに乗って。そうそう、あれはみんなラッシュがやれやれってこれはねいいっすよ、なんか店長やります？いいね。いやもう食わせるのと、走らせるのと、じゃあちょっと持ってもらって、じゃあちょっとだけ結構自在っていう感じ。いいわしてもらっても、いきますよ。あ早いわこれ。車速の乗りいいですよね。伸びる。それにアクセルのつきもいいですよこれ、これモーターもいいんじゃね？モーターがいいかもしれない、でもアンプもやっぱりノンターボだから素直で、これはいい。欠点がターボブーストができないっていうだけ。これは滑らかでいいな。これはいいね。これ結構ね、なんて言ったら初心者の人で本当に腕を上げるのにね、このぐらいがいいような気がするな。いやいいと思います、いいと思います。結構パワーがいきなり出ちゃうやつだと、分回してはいるんだけれども、そうですよね、ゼロ加速で思いっきり握ってる人を結構見るんで、あれってはっきり全然前進まないし、これは進む領域のね、いいスロットのフィーリングがすごくいい。これね、
経済的にもいいよ。これはいいわ。タイヤもそんな減りそうにないもんねこれ。いやこれね、バッテリーもね、これ1本1時間いけると思いますこれよ。いける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 。このセットはいいね。これほんと早いわ。これはいい。スーパーロング。これちょっと後で僕のガチシャニモーターだけ移植してみていいですか。あ、全然いいよ全然いいよ。しかもガチ分回しでいくんで、はーい。これはいいぞ。よし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 。はい、山さんお疲れはいありがとうご様でしざいます。たちょっと今日もねなかなか長いテストの方になったんですけれども、サーボの方はまあ正直な話ちょっとまだ設定の煮詰めが必要なのかなっていう感じはしましたね。そうですね。まああれはまあ前山さんが言ってたように、まあ、バギーとかねそうですね。そっち系かなって感じがしますよね。ちょっとプログラムカードかなんか発売してくださったらまた試してみてもいいかなって感じですね。そうだよね。ストレッチじゃなくて何だっけ、ダンパーが大きいと思いますね。ダンパーがちょっとはいかなり強かったんで、もうそこでちょっとフラフラしたかなって。そうですね。あれを下げればななんか違う未来が見えるような感じがしましたね。そうですね。もっと一回ハンチングギリギリを狙って、そこからかなって感じ。なるほどね。で続いてねアンプとモーターだったんですけれども、セッティングカードもありますからね。セッティングカードもありますからね。まあとにかく安いっはい。ていうのと、あとはまあ本当にまあ本体こんなんですね。ね、こんな感野山さんが乗って僕もちょっと乗ったんですけれども、まあ非常に滑らかというか、じ。そうですね。これはいい。これはいいですね。まあ本当にね丁寧な操作を身につけることができるセットじゃないのかなっていうふうには僕は思ったね。そう思いました。でも決してパワー不足でもないと思いますよ。ケツも出てたんで、これはいいですね。まあ爆発的なパワーを求める人にはちょっと物足りないかもしれないんだけれども、まあこれから初心者の人で例えば横野さんのドリパケとかを買って、まあブラシモーターとか、ね、その辺を使ってる方がステップアップしたいなっていう方には、まあ13,200円なんで、まあ全然ありなんじゃないかなと思いますね。いやそうですね。まあモーターちょっと引き続き私テストしてみようかなと思いますけど、これでブーストターボも耐えるとなったら、結構これは本当にいいかも。これモーターだけだとね7,000円くらいじゃなかったかな。そうなんですね。結構安かったよ。でも意外とコギングあるな、こうやって見るとな。モーター単体だと7,590円っていうところで、まあちょっとこのモーターに関してはね山さんがちょっと思いっきり分回してみたいって言ってたんで、分回してみたいですね。もうしばらくちょっとお貸しして感触はいいんでね試していただきたいと思いますというところでね、今回のテストはこんな感じになりましたよっていうところで、はい、ありがとうございます。ちょっとだいぶ正直に言ってしまってるんで期待ですよ、期待。そうだね、期待だね。期待です。次の進展をまたお願いします。そうですね。はい、じゃあ今日は以上になります。山さんどうも一日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。